任天堂スイッチ2など新作ゲームは海外の方が使用が多いので、海外の情報にヒットさせるために海外の情報を先行公開します。任天堂 YouTube にも分かるように、海外の人がポジティブに褒めるコメントを書くので、海外向けのコメ欄を開放し、日本はインスタで出る生産性のないコメントしか書かないのでは、日本語版のゲーム動画のコメ欄だけ閉鎖。あ、そうなんだ。海外とコメント欄開いてるんだ。フランス国内からの任天堂の評価はゲーマーしか任天堂のそこまで興味がないので、いちいちコメントで叩いたりとかないんじゃないかな。任天堂スイッチ2のビデオで、これフランス版かな。本当だ、普通にフランス語はコメント欄開いてますね。そっか、日本だけコメント欄閉鎖してるんだ。それは日本らしいですよね。日本人すぐ文句言うから。ひろくさん、昨日スイッチ2いくらで販売するかって話覚えてます。はい、覚えてます。大きくなってコントローラーもでかくなってるので、価格としては過去のやつよりもだいぶ高くなるので、なんかそういう意味でいくと、やっぱり480ドル ?7 万円台ぐらいなんじゃないかなっていう気がするんですよね。日本円でもうカウントするっていうので、任天堂は見てないので、一応ドルでいくらですっていうと、世界中の人がこういう感じねってなるので、500ドルは切るっていうところでいくと、480ドル490ドル、やっぱそこら辺台が狙い目なんじゃないかな。スイッチ2でもスイッチのゲームもできるので、なのでお金のない人はスイッチを買って今まで通りゲームをしてください。で、そのスイッチ2でしかできないゲームというのが今のところまだ発表されてないんですよね。なのでひょっとしたら新しく出ると言われているマリオカートもスイッチでもできるかもしれないですよ。なのでそう考えると実はスイッチ2というのはある程度お金がある人向けのもので、お金のない子供はまだ昔からのスイッチ買えばいいんじゃねえのっていう感じで両立てでいくっていう可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。任天堂スイッチ2が出ると噂になっています。噂じゃなくて任天堂自体が発表してますよ。家のテレビ OB と外持ち運びデースを合成したスイッチは2017年3月に発売され、任天堂の1981年から2016年35年間の合計利益をスイッチ1つ8年で超えました。今や世界のゲーム市場は Steam と任天堂に二極化してますが、スイッチを回るハードは果たしてどんな機能や製品になると思いますか？僕多分スイッチの廉価版になるんじゃないかと思っていて、スイッチの傾ける機能とかあれいらないじゃないですか。僕は傾ける機能がマジうぜえとゼルダの時にずっと思ってたので、そこら辺のいらん機能というのを排除して持ち運びができるゲーム機っていう形で残り続けるという市場が今のところもう任天堂しか持ってないので、だからそのマーケットというのをずっと安定して維持するために僕は冒険はしないんじゃないかなと思ってるんですよね。冒険してしまってその結果このハードウェア使いづらいよねっていう形になってゲームメーカーがそっぽを向くってなるより、多分そんなに冒険しないで安定した形で今時のハードウェアにするっていう方がゲームメーカーがついてくるので、基本的にはそのハードウェアというよりゲームメーカーが面白いゲームを出したいと思うハードかどうかっていうのがやっぱり重要なので、なのでちょっと Wii はゲームメーカーにとってハードルが高すぎたんですよねっていうのもあって、任天堂が作るゲーム以外 Wii って面白いゲームがほとんどできなかったんですよね。なのでサードメーカーが乗りやすいっていう意味でいくとすごく安定してるので、携帯電話で出すようなゲームをコントローラーがついて安定してできるっていう形でスイッチ2には行くんじゃないかなっていうのが僕の想像です。はい。日本ではそんなに騒がれてないんですけど、海外だと任天堂スイッチのリコール騒ぎになってるのがあって、なんかね、ボタンが連打した状態になっちゃうのか固定化されちゃうのかどっちか忘れたんですけど、っていうので、うちのスイッチそれになったよねっていうので、YouTuber とかが騒いで動画に上げたりして、で、それがリコールになるかもみたいな話になったりして、スイッチって結構作ってる国も違ったりするので、日本で全部作ってるわけではなくて、海外で作ってるとかもあったりするので、なので結構個体差大きいんですよね。なので、僕はあんまりジャイロのやつがうまくいかなかったので、大嫌いでした。昔のファミコンだと、ゴムとかのやつだと、四角いやつはボタンが引っかかってしまうとかがあったりするので、ボタンがはまったことがあったみたいな。ジャイロのやつは平らなところに置いて設定するといいらしいんですけど、一応そこら辺のFAQ で言われてる的なことは一通りやったんですけど、それでうまくいったかなかったので、僕はジャイロは嫌いです。PSP っていうソニーが出してる携帯ゲームもあったんですけど、あれも背面が触れるっていう機能があったんですよ。で、そのね、背面が触れるもね、精度が結構微妙だったんですよね。新しめの携帯ハードウェアのゲーム機を作ると、大体メーカーって特殊な機能をつけたかるんですけど、で、その特殊な機能を使おうとすると、大体不便になるっていう。最近スイッチを買いまして楽しく遊んでいます。なぜスイッチがこれだけ売れたと思いますか？コントローラー分離できるアイデアはスマートフォンでもできると思うんですが、別にコントローラーが分離できるから売れてるわけではなくて、任天堂のゲームがそれなりに面白いっていうのと、あとスマートフォンってコントローラーのデファクトスタンダードが決まってないんですよね。なので
今スイッチでできるゲームでインディーズ系って実はもともとスマホで出してたゲームだよねみたいなのもちょこちょこあるんですけど、でもコントローラーを使ってゲームをするっていうのがやりやすいよねってなって、スマホに一応コントローラー接続するとかって可能なんですけど、人によってコントローラー違ったりとか接続するには結構知識が必要だったりとかなので、小学生中学生でも簡単にゲームができるようにしようってすると、今のところやっぱりスイッチが安いんですよね。欧州アメリカ圏だとゲームといえば PC でやるっていう状況になってて、ゲームやりたいっていうと Steam だったりとかエピックゲームスだったりとかでオンラインのゲームをダウンロードしてきたりとか買ったりっていうのが普通なんですけど、 PC ゲームできるの買おうとすると高いんですよね。ゲームができるスペックの PC 買おうとすると10万円軽く超えちゃうので、でもスイッチだと4万円とかそれぐらいで買えたりするので、実は割安であるっていうのも大きいんじゃないかなと思います。娘が5歳ですが、そろそろスイッチを与えていいと思いますか？目悪くならないか気にしてます。スマホにしろ、スイッチにしろ、3DS にしろ何でもいいんですけど、基本的に見続けるというのはあんま変わんないので、見続けないような教育をするかどうかっていうのがあるんですけど、3DS は渡さない方がいいです。任天堂の出してるゲームハードなんですけど、あれ6歳以下の子は確かやっちゃいけないっていうのがどっかに書いてあるはずなんですよね。ぼやかした画面を 2個表示することによって、人間の目の錯覚によって立体化して見えるっていう、そういう仕組みのゲーム機なんですけど、大人になってる場合っていうのは視野がまっすぐなので、特に問題なく、見えるんですけども、子供が見ちゃうとずれちゃうんですよね。本来はまっすぐ見てるところでぼやかされたもう一つの絵があるので、脳が立体で見えるっていう風に誤解するんですけど、6歳以下の子の場合はぼやかしてる方に焦点が当たっちゃったりして斜視になっちゃうっていう可能性があるんですよね。なので子供には 3DS はやらせない方がいいですっていうのを任天堂のサイトのどっかにあると思います。任天堂の宮本茂さんの話題が以前あった際に、任天堂の真の裏ボス横井軍平さんの名前が出てなかったんですが、ひろゆきさんご存知ですか？宮本茂を発掘したのは横井さんで、知名度は低いですがすごい方です。またファミコンの色が小豆色だったのはどれが安かったからでなく、当時の社長が小豆色が好きだったそうだとね、そうなったと言われています。また宮本茂さんが生み出したゲームでやり込んだゲームもありますか？どうなんすかね。小豆色が好きだった説っていうのがウィキペディアに確かに書いてあったんですけど、結局真実って分かんないんですよね。広報の人って嘘つくんですよね。なので小豆色が好きだったっていうのを広報の人が言ってたとしても、そもそもじゃあそれ以降任天堂のゲームで小豆色で作ったゲーム機どれぐらいありますかって話だと思うんですよ。ゲームキューブとか青じゃないですか。でその後白ベースだったりするので、なので安かったからそれにしましたよねっていうのがかっこ悪いと思った場合に、じゃあ社長が好きだったっていう場合もあると思うので、安かったっていうのがなんだっけな、どこで最初聞いたんだっけな、どうでもいいちょろっとした話で出てきたんですよね。なのでそういう感じでちょろっとしたところで隠すべきことを隠すべきだと分からなくて言っちゃったみたいな身内の話っていう方が割と僕は信憑性高いんじゃないかなと思うんですよね。広報の人がやってるので、広報の人っていうのはかっこいいストーリーを作りたがるじゃないですか。で横井軍平さんは枯れた技術の水平思考っていう話をもともと作ってきて、任天堂って昔からそうなんですけど、ファミコンも余ってた CPU があるからじゃあそれ使ってゲーム作ろうよとか、なるべくメモリーもそんなに増やさないで安いハードウェアを作ってやった方がいいよねとか、普通にじゃあ画面があってコントローラーがあってじゃなくて移動を計測できるような形でやったら Wii みたいなのが作れるよねとか、任天堂のスイッチみたいなの傾けたりとかっていうので、何か既存の技術を組み合わせることで面白いものって作れるよねっていうので、ソニーのプレイステーションの場合ってプレイステーション2、プレイステーション3とかひたすら CPU を速くしてグラフィックボードを良くして、でセルっていう CPU を独自のを作ってみましたみたいなスペックをどんどん上げてこうっていう感じなんですけど、任天堂は 3DS みたいな安いけどちょっと変わったものができるよねっていうので、じゃあソフトウェアで面白いものを作りましょうみたいな感じの、ひたすら技術を開発するのではなく、あくまで枯れている技術を別の形にすることで面白いものを作りましょうっていうのが軍平さんの思想なんですけど、任天堂のゲームボーイで一番最後に出たゲームのパズルゲームの名前が軍平っていうパズルゲームだった気がするんですよね。でそれが確か宮本さんが軍平さんが亡くなった時に作ったみたいな、なんかそんなような話だった気がします。最近のゲームって HD マスターにメーカー謳歌します。いろいろ出尽くし感があるんでしょうか。結局売れるんですよ。じゃあドラクエ3ですっていうと、ドラクエという名前を聞いたことがある人とか、すでにドラクエ3をクリアしたことがある僕みたいな人が懐かしいからやろうみたいなのがあったりするので、売れやすいっていうので安定してるんですよね。なのでそういう理由で発売されるっていうので、結果としてはなんか新しいゲームがなかなか
出ないのでもったいないなと思うんですけどね。ポケモンが売れ続ける理由と一緒。そうなんですよね。儲かるコンテンツってある。だからそういう意味でいくと、新しいコンテンツにお金が回らないので、結果として自分たちの首を絞めてることになってしまうので、マザーってね、面白いゲームなんですけど、リメイクにならないですよね。糸井重里さん、早めに作らないと、もうゲーム作るどころじゃなくなっちゃう気がする。これあるね、確かにね。今時ゲームは開発費がめっちゃ高いので、なのでもう売れるのがそれなりに見込めてるゲームしか作れないっていう。昔のファミコンのゲームって1000万円もしないで作れたんですよね。数百万円とかで作って売れると5億円になりますみたいなのがあったりして、なので結構すげえクソゲーとかでもそれなりに当たるかもしれないというのに作られたりしたんですよ。スーパーチャイニーズみたいなゲームとかっていうのがあったんですけど、スーパーチャイニーズは別にそんなに悪くないかっていうので、今の場合ってゲームを作るのにも3億円ですとかで、売り上げがじゃあ3億3000万円ですみたいな、売れてるように見えるけど全然利益出ないよねみたいなパターンっていうのがあったりするんですよね。なのでむしろ今インディーズゲームの方が結構儲かったりするんですよね。メーカーが出すわけじゃないんですけど、知り合い5人と一緒にゲーム作りました。3億円になりましたっていうので、じゃあ1人当たり6000万で負けだよねみたいな感じで。なのでむしろゲームで儲けたいんだったらインディーズゲームの方がいいんじゃねという時代になったりするんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。